こんにちは、はみ肉チャンネルです。月山志津温泉、本当にすごい積雪でした。本当に積雪量日本一かもしれませんね。雪道走行で緊張してお腹が空きました。雪で埋もれた道の向こうに看板が見えたので立ち寄ります。すごいね。いや、安い。米の子の滝ドライブインという名前ですが、滝はどこに？店員さんが丁寧に説明してくださいました。すごいな。これがフィギュア今の状態で。ドライブインの裏手にこんな綺麗な滝があるそうです。冬季は雪で閉鎖されているようです。すごい。ありがとうございます。このラーメンが美味しかった。美味しいな。魚介系ですが臭みがなくコクがあります。チャーシューもとろっととろける絶品。チャーシュー良かったな。今日はここから鶴岡市に向かっていきます。鶴岡市は三方を山に抱かれた庄内平野が広がる自然豊かな土地。羽黒山、月山、湯殿山の雄大な山々。夏と冬で姿を大きく変える日本海。懐かしい里の風景は自然の恵みにあふれています。多分天国に向かう道ってきっとこんなだよね。江戸時代には庄内藩が鶴岡に藩庁を置いていたため、城下町としての風情も色濃く残っています。しないですか？一度鶴岡市を通り過ぎて道の駅で就寝します。ここは公園や宿泊施設を備える大きな道の駅。施設内に温泉があるので朝起きたらすぐに入浴しに行けます。朝6時から営業してます。深いな。緑がかった食塩泉と茶褐色の強食塩泉という泉質の異なった2本の源泉を岩風呂浴場、石風呂浴場の各大小浴槽に別々に引いています。これらの浴場は男女日替わりにしており、毎日違った気分で入浴を楽しむことができます。強食塩水は濃度が濃いため1日1回程度、入浴時間は5分を超えないようにと注意書きがありました。しょっぱくて温かい湯に浸かり、今日も頑張ろうという気になります。舐めたの飲めないって書いてあった。なんか1個がすごい高濃度って書いてあって。フランス人神父の全財産と寄付により1903年に建てられた教会。明治ロマネスク様式建築の傑作として名高く、国指定重要文化財となっている教会です。絶対キリスト教の幼稚園だな。妻は元幼稚園教諭なので、隣の保育園の方が興味を引くようです。おいじゃねえよ。不審者だぞお前。ミサや結婚式以外の時は広く一般に公開されています。教会に入る時はいつもちょっと緊張します。教会だ。すごい。聖堂の左側にある副祭壇には日本でただ一体の黒いマリア像が安置されています。なぜ黒い色なのかははっきりわからないようですが、世界的にも珍しいもののようです。パイプオルガン。見た？パイプオルガンの左下は懺悔室でしょうか。すごいな。このボタンを押すと教会の説明が聞けました。明治35年6月に着工し、翌36年10月11日に竣工した教会であります。これ絶対懺悔室だ。
マリアに見られてたって感じで。だから見すぎだよ。タタタタタタ。児童館は庄内藩坂井家9代忠有が大敗した風土を刷新して藩政の復興を図るために文化2年に創設した学校。指導って何なんだろうな。児童館の名称は論語の一節「君子学んでもってその道を致す」に由来します。下で靴を脱いでお上がりください。詳しい展示がしてあり、殿様がお越しになった時の部屋まで見ることができますが、この日はとにかく寒い。そそくさと退散し、車で次の場所へ移動します。とにかく見学できそうな酒蔵にはできる限り寄っていきます。大山は東北の灘と呼ばれた酒どころ。大山には4つの酒蔵がありますが、出羽の駅の酒造資料館はその大山を象徴する観光スポットです。この地区は幕府の天領であり、幕府の保護も受けてきたよう。秋田などの東北の主要な酒蔵もここで技術を学んだとのこと。製造ラインの横を通ると何とも言えない日本酒のいい香りが漂ってきました。1600年代から続く伝統の酒蔵です。時代時代の人を魅了し、現在まで続いてきたんでしょう。いい匂いするな。何よりここで購入した日本酒、本当に美味しかった。そう。米の旨味が感じられ、キレがあって後味がすっきりしてます。いくらでも飲めちゃう。何本か買ってくればよかったと後悔してます。サクサク赤も美味しいよね。ねえ、でっかいね。海沿いに向かう途中で五重塔が見えたので立ち寄った寺院。こっからだけど。こっから行くしかないよな。池とかあったりしないよね。善宝寺は全国でも珍しい龍が祀られている寺院として知られています。昔から船乗りたちに海の守護神として信仰されてきました。こっちの山門もすごいよね。平成時代に一大ブームを巻き起こした人面魚貝羽の池に現在もその姿を見ることができるそう。いや、また滑りそうな階段だな、おい。冬の境内は誰もおらず静か。雪に埋もれた素晴らしい木造建築をゆっくり鑑賞できました。ちょっと寒いけどいいところでした。あー寒い。早く温泉に浸かりたい。鶴岡市には大きく4つの温泉郷がありますが、今向かっているのは湯の浜温泉。開湯1000年、海岸沿いにホテル旅館が立ち並び、海辺の温泉郷として古くから栄えてきました。広大な砂浜と日本海に沈む夕日は絶景です。お宿によっては入浴しながら望む日本海の夕日を楽しめる県内有数のリゾート地です。いや、ちょっと待って、ここ入れるよね。ここに共同浴場があると聞いてやってきましたが、駐車スペースがどうしても見つかりません。道路脇に駐車して一旦様子を見に行きます。湯の浜温泉のバスターミナルのあるビルの中にある共同浴場、ナトリウムカルシウム塩化物泉。しょうがない。しょっぱくてさっぱりとした無色透明な温泉だそうですが、うわ、降ってる。どうしても駐車できなくて断念しました。降雪で駐車場案内も全部見えなくなってます。残念ですが。少し離れた別の公衆浴場を目指します。
こっちは駐車場がありました。海水浴場の駐車場もすぐ近くです。入れそうだな。真冬の日本海、海風が吹き荒れる中、しょっぱい温泉がもうすぐ目の前です。平成22年にリニューアルされたモダンな建物です。10人以上入れる大きな湯船があります。ナトリウムカルシウム塩化物温泉です。お湯は無色透明、塩分の多い保温性の高い湯です。券売機でチケットを購入して温まりました。寒さは温泉の魅力を何倍にもしますね。うわー、なんだこの天気は。風呂から上がったらこんなに晴れてました。雨男は自覚してますが、この仕打ちはひどい。夏にはマリンスポーツなども行われるリゾートの海も冬の間は静かですね。ここから県道50号で鴨水族館を通過して渥美温泉に抜けようとしますが、冬季通行止め。大きく迂回して国道7号に出て、道の駅渥美車輪で車中泊です。渥美温泉は伝説によれば約1200年前から存在する歴史ある温泉地です。傷を癒す1羽の鶴によって発見されたという言い伝えがあります。やっぱり風はそれなりに強いな。温泉に浸かるのを明日にして、今日はこの道の駅でゆっくり休むことにしましょう。車内の料理も少しマンネリなので、今日は鍋ではなく鶏のソテー、絞りたて生酒。何はともあれ、昼間に買ったお酒が最高に美味しかった。美味しいお酒があれば100円の豆腐が料亭のご飯のように美味しく感じられます。ここも土砂降りのね、本場にやられています。美味しい。人なんだ、こんなに積もるかね。30センチぐらいは積もった。7軒の温泉宿が営業、朝市やイベントも行われていますが、私が向かったのは共同浴場。しかし昨日の豪雪でどこも真っ白ですね。観光客用の駐車場が積雪で使えず、近所の方の好意で月決めに止めさせていただいて徒歩で向かってます。立派な看板がかかってる正面湯、源泉かけ流しで45度となかなか熱いお湯です。外来者は中の箱に入浴用を入れて入るようです。無色透明ですが、硫黄のいい香りが結構強くします。セルフで加水して温度調節して構わないらしいですが、他の客に迷惑かと我慢して頑張っていたら、後から来た地元の方に水入れていいよと声をかけていただきました。優しいですね。聞くとここが一番硫黄の香りが強いそうでした。pH7.3 のナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩泉。通りかかった柏屋旅館、日帰りは時間が合わず断念。ここも3つある共同浴場の1つ。源泉は正面湯とほぼ同じだそう。やはり暑い45度程度。
楕円形の湯船が可愛い。硫黄の香りがプーンとします。少し舐めてみたらこれが美味しい。正面湯も舐めてみればよかった。渥美温泉、他にもいろいろな楽しみ方があるようです。国道7号線を使ってここから一気に村上市へ。村上市は日本海に面しており、朝日連峰を望むことができる場所。笹川流れは国の名勝天然記念物。私は郷土浴場で湯渡り気味なので、ここは妻が入浴。地下1300メートルから湧き出るまほろば温泉は、とろりとした湯で美人の湯と呼ばれています。明るく開放的な浴室や趣のある露天風呂からは、四季折々に表情を変える雄大な自然を一望。物産館、産直、温泉、宿泊施設など多彩な施設を備えた道の駅です。ドライブのついでに立ち寄るのもいいですね。村上市では昔ながらの商家造りの建物を町屋と呼び、再生活動を行っていました。実際に歩くと風情のある建物が多く、歩いているだけで楽しい。結構こうやって路地を抜けると酒屋さんに出たりします。路地がここにつながってます。いやー、なんだろう。右に来ますと庭に出れます。ここから酒屋さんの店内に、店の方が近辺のことを詳しく教えてくださいました。お隣が有名な吉川さん。村上市は鮭、酒、人情の町として知られ、鮭を使った100種類以上の料理があると言われています。特に塩引き鮭は鮭の町として知られる新潟県村上市の名産品。以前購入したことがありますが、深い味わいが本当に美味しい。その生産場所を見ることができました。いやー、すごい。本物の鮭文化を伝承するという使命感を強く持って製品を作っているという吉川さん。発酵と熟成の技術と気合がこの鮭に詰まってるんですね。ここから町屋巡りをスタートします。クリーニング屋さんで昭和13年ってきっと和尚宿な口跡。うまそうだなあ。結構いい値段するな。黒部の通りは寺町や大工町を抜けていく散歩道。帰りはあの酒屋さんで日本酒を購入して駐車場に戻ります。村上祭りで引き回されるおしゃぎりと呼ばれる出汁を見学し、ねえほら見て、すごいよ。村上藩の中級階級の武士の旧家若林家を訪れ、中の上か。中の上のくらい。炭火が焚いてある。どうも。日本初の鮭をテーマにした市営博物館湯母屋会館へ。さすが鮭の町ですね。村上市の鮭に関する歴史や昔ながらの漁法、鮭の生態について分かりやすく展示してあります。最初ってことあるかもしれない。ここにあるんだね。ここで驚いたのは水中観察施設。実際の川の中を観察できるようになっています。結構向こうまで行くね。運が良ければ孵化の瞬間が見れるかも。
今の季節は稚魚が石の間に隠れている時期、何も見えませんでした。リンゴのしかし鮭の発育の様子などを学ぶことができました。このどっかにかもしれない。ここから日本海に出ていくと、そこが瀬波温泉。瀬波温泉は明治37年に石油掘削中に熱湯が噴き出したのが始まりです。その豊富な湯量と別名熱の湯と言われる95度の熱量を誇ります。泉質はナトリウム塩化物泉で湯冷めしにくく、体がよく温まることで知られています。大きくて立派な温泉ホテルが立ち並んでいますが、私たちが選んだのはこちら。ちょっとひなびた昭和の香りがする清波温泉。ここは立ち寄り入浴600円と手頃、他の場所は1000円以上だったり、駐車場がいっぱいだったり。日帰りのなぜか全体的に緑がテーマカラーなのかな。すごい緑。源泉温度が95度なので加水ありですが、しょっぱくてよく温まるいいお湯でした。そしてこの景色、タイミングが良ければこんな夕日が拝めるそうです。